車両の使用年数は30年から40年が一般的。そんな中、90歳を超えたレトロ電車が活躍する高松琴平電鉄。琴平線開業時に導入されたレトロ電車に乗れば、大正から昭和初期のコンピラさんモーデの雰囲気に浸ることができます。大きなため池や綺麗な三角形の山など、讃岐平野の特徴的な景色を眺めながらコンピラ山を目指します。うどんで始まり、うどんで終わる香川県の旅。いつ来ても期待を裏切らないうどんの数々。2020年現在、路面電車を除くと国内最古の現役電車は琴電こと高松琴平電鉄を走る23号電車。大正14年に製造され、なんと95歳。引退迫る夏の日、90歳を超える電車が4両で編成を組み、仏生山駅から金比羅山のふもと、琴電琴平駅まで走る。先頭が23号、大正14年製。次が120号、大正15年製。300号、同じく大正15年。そして500号、昭和3年製。真ん中2両は琴平線開業時にデビュー。一番後ろも生え抜きの電車。23号のみ昭和36年に大阪鉄道現近鉄南大阪線から移籍。プロパー社員と中途社員の摩擦。鉄道車両なら心配いらない。仲良く手をつないで走る4両。最年少、それでも92歳の500号に乗せていただく。おお、釣りかけ動力のうなる音、懐かしいな。子供の頃はこんな音のする電車が地元にもまだまだいた。時速60キロを超えたあたりで苦しそうに走るんだよな。この車両はどうだろうか。いやー、それにしても90年間って長生きだよな。機械は部品交換をすれば何年でも働けるよと身をもって証明しているかのよう。人間だって iPS 細胞とか再生医療が進めばいくらでも長生きできるのかもしれない。
一宮駅に到着。この駅で折り返す電車もあり、規模が大きい。いやー、これも懐かしい。元京急の電車が京急時代のカラーで走っている。初代千京、よくお世話になった車両の一つ。琴平線は大西虎之助社長が大阪の私鉄を手本にして構想を練ったそうで、最先端の設備や車両から讃岐の阪急と呼ばれた時期もあったとか。そのためか線路幅は阪急や阪神と同じ広いものが採用されている。京急も同じ線路幅だよな。大勢の人に見送られ、大正時代の江東川鉄橋を渡る。阪急をモデルにしたという鉄柱は、その美しいデザインにより当時の人々を魅了したとか。周辺に人工物が少ない大正時代、物があふれる現代では見落としがちな一つ一つのデザインが際立って見えただろうな。銀座駅では使われなくなった反対側ホームが残る。行き違いの駅ではなくなった昭和4年頃のホームだろうが、1両ほどの長さしかない。開業当時は1両編成がのんびり走っていたのかな。いやいや、どうもそうではないらしい。昭和4年頃、高松築港から琴電琴平までの所要時間は約1時間。現在とさほど変わらない。つまり当時からこんなに速く走っていたのか。まだまだ自動車が少ない昔の人から見れば相当速く見えたんじゃないかな。雨量の少ない讃岐平野で多く見られるため池。平野部のため池は皿池と呼ばれ、多くが江戸時代に作られたものだとか。山間部のものは第一池と呼ばれ、中には平安時代からのものもあるらしい。23号に掲げられたわしのヘッドマーク。かっこいい。かつては急行電車が運転され、誇らしくヘッドマークを掲げていた。途中停車駅は
河原町と栗林公園のみ。現在より20分も短い40分ほどで結んだそう。